こんにちは。今回もダイソーさんの糸を使ってトップスのニットを編みたいと思います。今回の糸はこちらの UV カット加工のある糸を使っていきます。コットンミックスという糸で、色はネイビーを使用します。かぎ針は4号から5号になっていますが、6号針3.5 ミリの6号針を使用したいと思います。こちら、標準ゲージはかぎ針24目から26目、段数12段から13段、長編みの場合の、ゲージがこちらになっています。材質は、面 50%、0450% になっています。UV カットされていますが 100% 防ぐものではございませんと書いてあります。こちら、夏糸に合っている糸だと思うので、こちらの糸を使って編んでいきます。8段で一模様になります。1段目は、鎖と、扇編み、この、長編みの、5目一模様の、交互に編んでいく編み方で、2段目3段目はネット編みにピコットが入った編み方になっていきます。で4段目は、ネット編みだけで編んでって、で5段目は、この扇の部分が、ずれてこう編んでいく感じ。1段目と、5段目がこうずれる感じで、1段目はネット編みで、この扇の編み方になってるんですけど、5段目は最初に、扇編みを編んでネットを編んでっていう感じで編んでいきます。で6段7段とまた、ネット編みにピコットが入った編み方で編んで、8段目は、ただのネット編みで編んでいきます。でまた9段目は1段目と同じ位置にこのように編んでいく形になっています。なので8段ごとに、模様が繰り返されていきます。では、中から糸を出していきます。硬い芯が入っていますので、ちょっと手で押さえて、中の芯を潰して出しやすくします。糸端を持ってこのように一周して糸を、中から引き出して引き締めます。そしたら、鎖の作り目を編んでいきます。163目編んでいきます。針に糸をかけて中から糸を引き出します。1、2、3、4、5、163目編んできました。そしたら、立ち上がり鎖1目編みます。そして、最初の目、立ち上がりの目じゃなくて
一番、鎖の最後に編んだこちらの目の裏山をこのように拾って細編みを1目編みます。鎖を5目編みます。1、2、3、4、5。5目編んだら、作り目のこの鎖を1、2、3目飛ばして4目目に細編みを編みます。この鎖の裏山を拾って細編みを1目編みます。次は長編みを5目、鎖の裏山に編み入れるんですけど、長編み、針に糸をかけてこの鎖の3目目裏山123目目の裏山に針を入れて長編みを5目編みます。1、2、3、4、5。このように少し扇になるように、3目目の長編みはちょっと長めに足を出してこのように編みます。そうしたら、今度はここ1目飛ばして2目目に細編みを編みます。この裏山の鎖を1目飛ばして2目目に細編みです。こっちの右側の時、最初は2目飛ばして3目目にこの長編みを5目編み入れたんですけど、こちら側は1目だけ飛ばして細編みを編みます。そしたら鎖1、2、3、4、5繰り返しになっていきます。3目1、2裏山1、2、3目飛ばして4目目に細編み、次は2目飛ばして3目目に長編みを5目編み入れます。2、3、4。ちょっとこの割れやすい糸なのでちょっと編みづらいんですけど、4、5目。そしたら、鎖1目飛ばして細編み。こんな感じで繰り返していきます。なので、9目一模様になっていきます。こっちの、最後のところまで編んでいってください。このように編んできました。最後残り5目は、長編み5目の扇編みになります。1、2目鎖を飛ばして3目目の裏山を拾って長編みを
5目編み入れます。2、3、4、5。そしたら1目飛ばして最後の目の裏山に細編みを編んで、これで終わります。そしたら立ち上がり鎖3目編んで、そのまま、ここの扇の真ん中の3目目の長編みの目の頭に、細編みを編むので、あと2目鎖を編みます。なので全部で鎖5目編んで折り返します。編み地をひっくり返して、ここの扇の3目目の目の頭に鎖を細編みを1目編みます。そしたらここで鎖を3目編みます。3目編んだら、この、細編みを編んだところのこの目の付け根のところ、この、この目とこの目1本ずつこう拾って糸を引き抜きます。そうするとこのピコットっていうんですかね、この鎖の3目鎖の輪ができます。そしたら鎖を5目編んで、この前段の鎖5目のところに側に針を入れて細編みを1目編みます。そしたら、ここも鎖3目編んで、この細編みを編んだ、目のところ1本と、この重なってる目のところ1本を拾って糸を引き抜きます。そしたらまた5目3、4、5目編んで、今度はこの長編み5目の真ん中の3目目の目の頭を拾って細編みを編んで、また3目鎖を編んで糸を、細編みの根元のところに引き抜きます。はい、こういう感じで、前段の長編みの3目目のところと、この鎖5目編んだところの、真ん中に側に針を入れて、このように、鎖を5目ずつ編んで3、4、5目編んで、細編みで留めて、鎖3目で糸を引き抜いて、また、鎖5目で細編みで留めて、このように繰り返し編んでいきます。この、3目鎖の引き抜き編みを入れ忘れないように、
鎖5目を編んでいってください。2段目の最後に来ました。前段の最初の鎖5目のところに側に針を入れて細編みで留めて鎖を3目編んで細編みのところに糸を引き抜いたところになります。そしたら、最後鎖を2目編んで、前段の細編みのところに、長編みを編んでこれで2段目が終わります。そしたら、3段目立ち上がり鎖1目編んで編み地を表に返して細編みを、編みます。この長編みのところの目に細編みを1目編んで鎖を5目編んだらこの、鎖3目と3目のこの間のここに側に針を入れて細編みで留めます。そしたら、鎖3目の、引き抜き細編みのところに引き抜いてまた鎖5目そしたらまた、この鎖3目の、ところの間のここの鎖のところに側に細編みでまた3目鎖を編んで留めます。これ繰り返しで、鎖5目編んで間のところに細編みで留めて鎖3目で引き抜きで留めてこういう感じでまた、編んでいきます。3段目の最後に来ました。鎖3目編んで細編みのところに引き抜いて、鎖を5目編んでこの最初の立ち上がり鎖3目プラス鎖2目のここに側に針を入れて細編みで留めてこれで3段目が終わります。そしたら、4段目はまた、鎖3目のプラス鎖2目、全部で鎖5目編んで編み地をひっくり返してこの手前のこの鎖のところに、側に針を入れて細編みで留めます。そしたらこの段は、この鎖3目のこの、出っ張ったところが、ないただ鎖を編んで細編みで留めていく編み方になります。鎖3、4、5目編んでこの間この、
鎖5目のところに側に細編みで留めていきます。3、4、5、そのまま細編み、また1、2、3、4、5編んで細編み、こういう感じで編んでいきます。3、4、4段目の最後に来ました。最初のこの、前段の鎖の5目のところに、側に針を入れて細編みで留めたところです。そしたら、鎖2目編んで、最初の細編み、前段で、細編みで編んだところの目に針を入れて長編みを1目編んで、これで4段目が編み終えました。そしたら、5段目立ち上がり鎖1目編んで編み地をひっくり返して前段で長編みを編んだ目の頭に針を入れて細編みを1目編みます。そしたら、前段のこの、鎖を留めたこの細編みのところに長編みを5目編み入れます。1、2、3、4、5、はい、5目編んだら、この鎖5目のところに側に針を入れて細編みで留めます。はい、そしたら、鎖5目3、4、5目編んで、鎖5目のところに細編みで留めます。そしたら次は、長編み5目の、扇の模様の、ところになります。3、4、5目編んだらそのままこの鎖5目のところに細編みで留めます。で次は鎖5目2、3、4、5で鎖のところに留めていきます。このように、繰り返し編んでいきます。5段目の最後に来ました。最後は鎖を5目2、3、4、5目編んで、前段のこの鎖3目プラス鎖2目のところに側に針を入れて細編みで留めて終わります。6段目も、そのまま鎖3目プラス鎖2目全部で鎖5目編んで編み地をひっくり返して、前段のこの鎖5目のところに針を入れて細編みで留めます。そしたら、鎖3目編んでこの細編みのところに糸を引き抜いて留めます。で、鎖5目編んで
この長編みの真ん中の3目めに細編みで留めて、また鎖3目で、糸を引き抜いて繰り返し編んでいきます。6段目の最後に来ました。長編み5目の真ん中に細編みで留めて鎖3目で糸を引き抜いたところです。そしたら、鎖2目編んで、前段の細編みのところに針を入れて長編みを1目編んで編み終わります。そしたら7段目、鎖1目で立ち上がって編み地をひっくり返して長編みの目のところに細編みを1目編みます。そしたら鎖5目編んで、次の、鎖のところに細編みで留めて、で、鎖3目の、また根元に糸を引き抜いて、でまた鎖5目の、鎖のところに細編みで留めて鎖3目で糸を引き抜いていきます。これを繰り返し編んでいきます。それで、こういう感じにまた編んでいきます。7段目の最後に来ました。前段の隅のこの立ち上がり鎖3目プラス鎖2目のところに、細編みで留めて終わるんですけど、鎖5目編んで、ここのところに細編みで留めます。これで7段目が編み終わりました。そしたら8段目立ち上がり鎖3目プラス鎖2目編んで編み地をひっくり返して、前段のこの鎖の5目のところにそこに針を入れて細編みで留めていきます。そしたら8段目は、こういう、鎖3目のピコットを編まずに4、5の鎖をこの鎖の前段の鎖のところに細編みで留めて、そのまままた鎖5目で、細編みで留めていきます。8段目の最後に来ました。鎖のところに細編みで留めて、鎖を2目編んだら、最後、前段の細編みのところに長編みを1目編んで、これで8段目が編み終えました。そしたら8段で1模様になるので、また1段目の編み方からいくんですけど、9段目立ち上がり鎖1目編んで編み地を表に
ひっくり返して今編んだ長編みの目のところに細編みを1目編みます。そしたら、鎖を5目345目編んで、この前段の鎖5目のところに、細編みで留めます。そしたら、次はこの前段の細編みのところに長編みを5目編み入れていきます。3、4、5。はい、このように鎖5目で細編みで留めて前段の細編みのところに長編みを5目編んで鎖のところに細編みで留める。これを繰り返していきます。はい、そしたら立ち上がり鎖3目編んでプラス2目1、2目編んだら編み地を裏側にひっくり返して、前段のこの鎖のところに側に針を入れて細編みを編みます。そしたら、鎖3目2、3目編んで、この長編み5目の扇のところの真ん中の3目目の目の頭に細編みを編みます。そしたら次は4目1、2、3、4目鎖を編んで細編みで留めます。次は3目2、3目3目編んだらこの扇の真ん中の3目目に細編みで留めます。次は4目1、2、3、4目鎖を編んで前段の鎖のところに側に針を入れて細編みで留めます。でこのようにまっすぐになるように編んでいきます。はい、このようにまっすぐ編んできました。3目編んで細編み4目編んで細編み3目編んで細編みでこのように最後の部分に来ました。そしたら2目鎖を編んで最後、前段のこの端の細編みを編んだ目の頭に針を入れて長編みを1目編んでこれで、編み終わりました。そしたら糸を切らずにそのままこれを、閉じに使うので、糸を切らないで取っておいてください。そして、この編み地を、こっちは表になってるので裏側にして裏からスチームを当ててください。80、縦横85センチぐらいの大きさに広げて、軽くアイロンを浮かせてスチームを当てて形を整えてください。スチームを当てたら、仕上げをする前にこの糸端の始末をしてください。このように、この編み地裏側なんですけど裏を見て
このように編み地に糸端を縫い付けて、で適当に目立たないように始末したら、編み地を切らないように糸をカットします。反対側の糸端もこの、ここだとチェーンのところにこのように縫い付けて、ちょっと戻る感じで目立たないようにこのように糸端を始末してください。こういう隅の、最初の編み出しの糸端もこういう端のところに縫い付けて、適当に縫い付けたらカットすればいいと思います。こんな感じでカットします。はい、そしたら最後に、この腕の部分をこのように開けて、あとはここの部分を、閉じ合わせていきます。編み地を半分にこのように折って、ここは編み終わった糸端ですけど、そのままこれを閉じに使います。このように折って、この編み地方向はこういう方向になります。こっちが編み地方向になります。それを半分に折る形になります。そしてだいたいここの半分になってる輪のところから15センチぐらいのところはこのように腕が入るように開けて、あとはこのところを閉じて、隅まで角まで閉じて、角までっていうか角からここの印をしたとこまで閉じていきます。はい、ではこの最後編み終わりのところ長編みを編んで終わったところですね。この鎖と長編みのこの角のところに側に針を入れて、でここは、ここがこういうふうに編んでいったんですけど、この最初の作り目から1段目に入るところの立ち上がりの部分ですね。ここのところに側に針を入れて、それで、針に糸をかけて、それで細編みを編みます。そしたら、鎖3目編んで、で、
でこちらを閉じていくので、ここのわかりますか、この穴のところ、穴になっているところと、このでいいのかな、穴のとことこの穴のところで細編みで、また3目編んで、また穴のところと穴のところを合わせて細編みで、また3目鎖、今度はこの、扇編みの列のところですね。でこっちも扇編みの列のところになるように、列をちゃんと揃えてこのように閉じてってください。3目鎖で、端のところ合わせて細編みで3目編んで、今度扇のとこですね。こちら側も扇のこの扇のところに針を入れて細編み123目、これを繰り返していきます。はい、ここから、このここ輪になっている半分のこの15センチのところまで閉じてきました。最後ここ細編みで、1目編んで、糸始末分だけ針を糸を出して、そしたら、ちょっと一回このように糸を縫い付けて、この端のところに糸をこのように縫い付けて、カットします。はい、ちょっと見づらいんですけど、表に返すとこういう感じ。ちょっとわかんないかな。ここが腕が出る部分ですけど、はい、こういう感じで閉じてきました。反対側も同じように閉じてください。こちらが完成品になります。このように丈も長くて、お尻がすっぽり隠れるくらいになります。ここの部分、ここ折り曲げて襟を作ってもいいと思います。そのままこのように下げて着てもいいと思います。
とても軽く仕上がっています。260ぐらいなので本当に軽い仕上がりになってます。こういう感じでモモンガカーディガンになります。是非編んでみてください。ありがとうございました。